こんにちは、エミです。今回はニューヨークで新しくオープンした展望台サミットワンバンダービルトをご紹介したいと思います。2021年10月21日にオープンし、初日にチケットが予約できましたので早速行ってみました。サミットは全面鏡の体験型展望台で、ニューヨーク市で4番目に高い最新高層オフィスビルの91階から93階の3つのフロアで構成されています。展望台は複数のアトラクションを備えたデザインで、今最もインスタ映えする展望台です。プロジェクト全体の費用はおよそ33億ドルとかなり高額で、設計から開発に何年もかかったようです。入り口はマンハッタンのグランドセントラル駅から直接入ることができます。受付で事前予約の QR コードとコロナワクチンの予防接種カード、そして ID をチェックされた後、非接触のセキュリティゲートを通ります。まずセレブレーションという大きな部屋で1分半の映像を見て、これから体験するスリル満点の感覚を事前に味わい、ワクワク感を倍増させます。サミットでは現像デジタルさんによってデザインされたエアーと呼ばれる展示作品を体験することができます。現像さんは日本人の名前ですが、ニューヨーク生まれのアーティストで、アメリカで高い評価を受けています。仮想的な空間で感情的な体験を覆す画期的な作品が特徴で、体験した後も感動が続くような記憶を生み出す方法を表現しているようです。美術館のような部屋もあり、複数の部屋での体験型エンターテインメントスペースになっています。夜には変化する LED ディスプレイが光り、ガラスと鏡の壁に光が反射し、音と光のショーもあるようです。映像を見た後、QR コードがついたリストバンドが腕につけられ、機械で顔写真を撮ります。展望台に登るためだけに顔写真を撮影されるのは少し抵抗はありましたが、これは後ほど顔の画像がデジタルアートに使用されるためであり、顔写真のデータは当日削除されると説明がありました。私はハイヒールだったので、展望台の鏡の床を傷つけないように使い捨ての靴のカバーを履くように言われました。エレベーターに乗るまでの通路も未来的な雰囲気で、暗い中オレンジ色と白の光で進む方向を表現していて、ドキドキ感が高まります。エレベーターの中もすべて鏡でミラーリングされた光が反射され、91階までわずか43秒で到着します。エレベーターが移動している間も鏡に映った光が反射して、光のショーなようなアートを体感しているような感覚です。草間彌生さんの人気作品インフィニティミラールームにとってもよく似ていると感じました。ワープスピードのエレベーターですが、移動していることすらわからないぐらい全く揺れを感じません。91階に到着するとパステルカラーの通路に出ます。曲がりくねったトンネルはいろんな色に変化します。トランセンデンス1と書かれているので、そのまま通路を進むと突然空間が2倍3倍に広がり、床から天井までガラスの窓と全面ミラーの床と天井がある巨大な部屋に到着します。パステルカラーの部屋とのギャップで、いきなり異次元に来たような感覚で圧倒されます。透明性と反射性が組み合わさって無限の空間の幻想を作り出し、
制限のない宇宙のような世界を表現しているようです。不思議な癒しのサウンドが聞こえますので、未来的な空間にいるように感じ、五感すべてが刺激され、どこを見てもキラキラしていて、そこにいるだけで気分が盛り上がります。実際に自分がどこに立っているのかわからなくなる感覚です。ニューヨークの街のほぼすべての景色を見ることができ、なんとニューヨークで最も古い展望台、エンパイアステートビルさえも見下ろせてしまいます。ここにいると自分が本物の景色を見ているのか、反射の景色を見ているのか混乱してしまいます。不思議なことに高いところが怖いという感覚はなくなり、むしろニューヨークの景色が舞台のセットの一部になるという驚異的なアート体験です。映画のマトリックスのような別の次元にいる感覚で、見ているものが夢のように感じ、自分の視界を疑ってしまいます。この部屋では無限の視覚を通じて自分を超越して、今のこの瞬間にもっと自由に生きることの重要性を訴えている作品だそうです。上から下まで全て見えますので、女性の方はスカートを着用しないことをお勧めします。次はリフレクト、光の反射という部屋があります。ここは日本を代表する世界的アーティストの草間彌生さんによるインスタレーション雲という展示を備えた空間です。床に散らばっている光沢のある金属の塊の配置は雲を表現していて、シルバーの雲が鏡張りの壁、天井、床、そしてもちろん景色を反射しています。ちょうど2021年現在、ニューヨーク植物園で草間彌生さんの展覧会が開催されていて、彼女の作品はニューヨークでも高い評価を受けていて、大変有名なアーティストです。現在92歳の草間彌生さんの展覧会、宇宙の自然の動画もアップしますので、よかったらぜひそちらもご覧ください。アフィニティと呼ばれる部屋は、たくさんの銀色の風船が空中に浮いています。最初部屋に入った時は 3D デジタルディスプレイの風船だと思いましたが、本物の風船でびっくりしました。遊び心があり、子供はもちろん大人もとっても楽しめます。鏡の部屋で銀色の風船が部屋を満たし、視界を混乱させます。風船は持つこともできます。オープン初日なのにシワシワの風船もありました。部屋の隅から風が出ていて、風船を浮かばせて舞い上がらせています。風船を通じて他の人とも話したりするので、他人とのつながりも感じることができる空間です。上の階に移動すると、次はトランセンデンス2という空間に行きます。ここでは一番最初に入った下の部屋を上から見ることができ、新しく来た人たちが初めてこの部屋に入って感動している瞬間を見ることができ、自分が感動した体験を再び思い出すことができる構造になっています。下の部屋とは違った新しい視点を楽しむことができ、見えるものが複雑すぎてさらに視界が混乱して幻想を見ているような空間です。部屋の両端にはポータルと呼ばれる円形の開口部があり、何が本物で何が反射であるか疑問に感じます。目がくらむような外観は何度見ても最高です。クライスラービルも美しく見え、最も高い景色を横から見ることができます。あらゆる角度から景色を見て、今まで見たことのない限りない空間を堪能できます。ケンゾデジタルさんはマンハッタンの中心の空に浮かぶ
セントラルパークのオアシスをイメージしてデザインされたそうで、この2つのつながっている部屋を大聖堂と表現しています。レビテーションというエリアは、建物の外壁から突き出たガラス張りの床のスカイボックスで、ガラスの上からマディソンアベニューを直接見下ろしたり、素晴らしい景色を眺めることができます。私は最初は怖すぎて歩くことができず、しゃがんで入ってみましたが、慣れてくると立って歩くことができ、本当に空中を歩いているような感覚でスリル満点のエリアです。ユニティと呼ばれる最後の部屋は、窓と平行に設置された巨大なサムスンのウォールディスプレイに映し出された絶えず変化するアニメーションの雲が移動している風景のインスタレーションがあります。まずこの部屋に入る前に、入り口で自分の腕についている QR コードをスキャンします。その後部屋に入って雲を見ていると、なんと雲の中から自分の顔が浮かび上がってきて見ることができます。受付の時に顔写真が撮影され、そのデータが自分の腕にある QR コードに保存されているので、その顔のデータを動く雲として解析し、壁サイズのビデオスクリーンに投影されるようです。訪れた人がこのアートの一部になるというとっても楽しい作品で、雲の中から自分の顔が見えた時は本当にびっくりして感動しました。子どもたちにもぜひ体験させたい空間です。外に出るとサミットテラスがあり、ベンチもあるので、そこでゆっくり景色を楽しむことができます。この高さの視点からは街はおもちゃのように見えます。どちらの方向を見てもミッドタウン、マンハッタン、ハドソン川、その他のニューヨークの街並みやスカイラインが見えます。ニュージャージーからブロンクス動物園までの80マイル以上の距離を見ることができる素晴らしい屋外の展望スポットです。ミッドタウンで最も人気のある極細ビルセントラルパークタワーは、紅葉が始まった景色に美しく映えます。ハドソンヤードにあるエッジは前回私の動画でも紹介しましたが、こちらもユニークで素晴らしい体験ができる展望台です。ここから見るとアヒルのくちばしのように建物の頭から突き出ています。自由の女神やブルックリン橋も見え、街全体が宝石箱のようでキラキラしています。テラスにはラウンジもあり、お酒やカクテルも販売しています。さらにこの展望台の外側にはアセントと呼ばれる全面透明ガラス張りのエレベーターに乗ることができます。こちらは追加料金20ドルがかかり、事前予約も必要です。当日でもその場で購入できますが、ほとんどが売り切れですので、事前に予約することをお勧めします。アセントは建物の側面に設置されていて、マンハッタン全体で最も高い展望台の一つで、空中を移動します。最高の景色を眺めることができます。床もガラスですので、上がっていく時のドキドキ感がじわじわきてたまりません。約1分間頂上で停止した後、そのままエレベーターで降りてきます。この1分間に絶景を楽しむという一種のアトラクションです。息を飲むような見晴らしのいい空間で素晴らしい景色を無限に拡大するのを体感できますので、乗る価値は十分にあると思います。最後はカフェアプレスで休憩できます。このカフェはスノヘッタというノルウェーのインテリアデザイン社が制作したインテリア内装で、北欧をテーマにしているようです。メニューにはサミット限定のシュガークッキーやドーナツ、ケーキ、クロワッサンなどの軽食もあります。
私はカプチーノとチョコレートムースのケーキを購入してみました。カフェの隅っこにガス暖炉もありますが、この日は暑かったので火の明かりのみで触ってみても全然熱くなかったです。この暖炉の演出もとってもおしゃれです。最高に居心地のいいカフェですので、ずっと座っていられます。ギフトショップにはサミット限定のお土産などが販売されています。洋服や帽子、アクセサリー、マグカップ、キャンドルやニューヨークの絵が描かれたチョコレートなどもあり、とっても可愛いです。草間彌生さんの本や子供用の素敵なデザインのおもちゃなども売っています。サミット展望台のチケットは大人39ドル、アセントに行くには追加で20ドルが必要です。ほとんどの展望台は街の眺めを楽しむためですが、サミットはアートと展望台が融合した空間であり、ユニークで大胆なアート体験を通じて新感覚でニューヨークの素晴らしいパノラマ景色が楽しめます。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ニューヨークの観光スポットや紹介してほしい場所などございましたら、ぜひコメント欄に書いてみてくださいね。また次の動画でお会いできれば嬉しいです。それでは失礼いたします。